ほー。何のテンションだ今のお久しぶりの雑談です。動画自体いつも久しぶりでございますが、いつも見てくれてありがとうございます。本日はですね、じゃじゃーん、ちょっと私解きます。映ってるかな。私の推し活をご紹介いたします。タラリランラランタランタランタランララララララン。ずっとみんなに話したかったんですよ。この私の好きなものたちの話をね。まずご紹介いたしましょうか。まずご紹介いたします。まず一つ目、一番わかりやすいのはこちらかしら。ででででででーんとかーん。ちょっと待ってね。光るしピンとかあったね。ピンとかありました。こちらミルキーサブウェイ、銀河の果てまで行ってこい違う、そんなサブタイトルじゃない。こちらダラダララン、ポッピーくんっていう名前の子です。ポッピーくんだよ。あ、ちょっとごめん、声真似しようと思ったけど、ちょっとそれはさすがに今は痛いからやめます。で、もう一つがどれがいいかな。もう一つはこれでご紹介しようかな。ごめんなさい。じゃじゃーん、こちらちょっと暗いか、大丈夫か。これもちょちょちょさんっていう、ぬいぐるみ作家さんのぬいぐるみキャラクターたちです。めっちゃ可愛くないですか。で、これも大好きなやつ。そして最後がちょっとね、こう袋に入ったままになってるんですけど、勘弁してね。見にくいかもしれないけど、どれが一番わかりやすいかな。これかな。じゃじゃーん、こちら。ちょっと暗いな、ライトが当たってるところが。こちらしりみみちゃんです。しりみみちゃん、べこさんプラス81さんって、これは言葉にすると、言葉ってか口に出して発音するときはどうすればいいかあまり分かっていないのですが、申し訳ない。べこさんって私は勝手に呼んでおりますがのしりみみうさぎちゃんとかです。このしりみみうさぎちゃんは最近 X とかで結構バズっているので、見たことがあるんじゃないでしょうか。もしかしたらまあ全部見たことあるかもしれないね、好きな人はね。そうです。この最近集めたグッズたちをみんなに見せたかった。そう。じゃあまずミルキーサブウェイに関するお話をしましょうか。2月7日に劇場版のミルキーサブウェイというのが公開されました。もともとはですね、 YouTube に上がっている、アニメ映像というか、だいたい、3分ぐらい、約3分のアニメ映像12話までもともとございまして、それを映画として再編集してちょっと軽く内容を付け足しましたよっていうのを映画館で放映したんですね。もう私はこの監督が、ちょっと待ってね、名前が出てこない。私人の名前覚えるのすっごい苦手で、亀山監督だった気がするけど、亀がついてた気がするんだけど、ごめんなさい。まあ監督って言わせてもらいます。監督がもう結構お若い方で、
続編みたいな感じで出たのがミルキーサブウェイで、もうとてつもなく大人気になって映画化という、流れでこの作品を知ったんだけど、私は一応ね、何見せればいいかな。ミルキーサブウェイ、千春とマキナ、これが一番わかりやすいかな。最初に出てきたのがね、この、ちょっとごめんね、今日ライトをね初めてちゃんと使ってて、じゃーん、千春とマキナ、この2人が一番最初からいるキャラクター。その監督の卒業制作のアニメ映像から2人はずっといて、で今回追加されたのが、アニメとはちょっと違う映像じゃなくて、あるぞ、あったわ。こちら見えてる？こちらカートくんです。カート。そしてまだこのままにしてあるこちら、ちょっと光るか、ピントよ、マークスくんです。ごめん、カナタがいないんだった。あかねちゃんはここにいるんだ。こちら、あかねちゃん、かわいいね。あかねちゃんめっちゃ光っちゃうね。それからカナタを表すものが多分これだけカナタ、ごめん、不憫だ。カナタいけ、これがカナタっていうキャラの服装です。今お見せしておりますグッズはですね、全部最近出たもので、実は映画化決定する前というか、12月、去年の11月とか12月ぐらいからいろんなグッズは出てたんだけど、私はそのことあんまり知らずに過ごしていて、映画化ってなったタイミングで、私このアニメめっちゃ好きだってなって、で最初に手に入れたのがこちらのカンカンとコラボ、サントリーだったかな、サントリーのコラボで手に入れたのがこちらのカンカンたちなんですけど、実はですね、私カナタ以外全て揃えることができました。イエーイカナタごめんって感じなんだけど、紹介したこの6人のキャラクター、一応メインの6人のキャラクターだけ、カンカンになって出てくるっていう、1缶800円、高い高くて、で自販機対応する自販機もなんかね、検索したんだけど全部返品なところにあるのね。だから手に入れられないかなと思ってたら、たまたまちょっとそこに用事で行く方面に、あるっていうのが分かりまして、あるやん、その自販機あるやんってなって、そこで回して、なんかこううまいこと5人揃えられたんですよ。6回やって5人揃えられたっていうのは多分結構いい方でじゃないもっとかぶりまくってもいいと思うんだけど、86484800円分高いんだけど、4800円分回して、ジュースを買って、でちょっと見えないけど、あかねちゃんとマキナとね、かなた以外全部出たので、そこでなんか嬉しくなりすぎましてタガが外れまして、グッズ集め、今までしないようにして生きてきたんですね。なぜなら収集癖があるっていうのが自覚があるから、もう集めたい衝動がもともと人より強い方の人間なので、推し活なんて始
紙を買って切り抜いてアイコの部分だけ切り抜いて、でもその切り抜きだけを取ってあるっていう、そういうのもあります。そういうことはしてたんだけど、その時もアイコンも出てる雑誌は全て買いますみたいな感じだったから、お金がなくなっていくじゃん。だからもっと大人になってから今はまではちょっと気をつけてたんですよ。ガチャガチャとかもハマるとやばいと思って、でもご覧の通りでございますよハマったらこうなっちゃうのよね。で、なんか話したいことありすぎてもういっぱいなんだけど、最初に手を出したグッズがこのカンカンですと。でその後から映画公開されてからのコラボカップ、ドリンクホルダーとか、こういうのはあんまり買う予定じゃなかったんですよ最初は。でもなんか来たからには絶対に買わなければって思って買いました。なんかみんな買ってたし頑張って行ったんだよ、映画館にも。大変だった。そうで、ドリンクホルダーとポップコーンも買いまして、これはポップコーン、持ち帰りポップコーン用にさ、映画館で袋をもらえるじゃないですか。それの、ミルキーサブウェイバージョンということで、ポップコーンには使わずにこうやって大切に洗濯バサミで留めてありますそう、映画館でね買いたいグッズがたくさんあったのに、なんかもう売り切れるの早すぎて、マジでこれとかもうちょっと見せられない、大変すぎるよいしょ、これとかね、大変だ。袋から出さない気持ちは、出したくない気持ちはきっと、オタクなら分かってくれると思うので、ごめん、見えないと思うけど光って袋からまだ出したくないのね。これ全キャラ分欲しかったんだけどまだ買えてなくて、3月2日に、ネットで受注じゃないか、なんかネットで通販があるらしいので、映画グッズのね、それには私は参戦する予定。ちょうど仕事が休みだったので10時から張り込んで買います。で、こんなに暑くなったの久々だったから、一番口ってのも手を出してみたんですよ。ネットでやるやつね、ネットしかなかったの、一番口ってやつ。それでこういうやつをね、一番口って難しいんだね。これあかねちゃんなんだけど、ちょっと光ってる、ごめんあかねちゃん、ごめん、めっちゃ光ってるね。でかいアクリルスタンドです。特段一番の推しがあかねちゃんというわけではないのですがこの一番くじは箱から抽選で引いて、A 賞 B 賞 C 賞どれが当たった時に残ってるものをどれかから自分で選べる形式だったんですけど、なんかみんな早いのよ。新しいくじの箱が出るたびにもうダーってそこに人がなだれ込んでいくから、私も頑張ったんだけどそんな早い順位になれなくて、なんか欲しいもの全然狙えなかっただけどみんな好きだからいいんだと思って、全員好きだからね。あかねちゃん唯一これだけは一番欲しいと思ってたあかねちゃんをゲットできました。この丸いアクリルキーホルダーじゃない、アクリルバッジです。このあかねちゃんの顔とこの色合いがすごい可愛いなと思ってて、これは欲しかったやつちゃんと当てれたっていうか、ちゃんと選べたけど、その他はちょっとそんなに別に1個当たっても全部欲しくなるからそんなにと思ってたんだけど、どうしようもないからも
私も大好きだから、この2人のグッズが一番最初に売れてしまうんですよ。だから欲しかったけど売れなくて、で結局残っちゃうのがこのカナダあかねペアのグッズが結構最後の方まで残りやすいということで、ちょっと見えない全然見えない、映ってない。カナダとあかねちゃんの衣装のキーチャームみたいなやつ、こちらを選びました。だから今現状あかねちゃんとかみんなのグッズはそこそこいろいろあるけど、カナダだけないっていう状況なので、カナダのグッズも今度のネット販売の時に買い足したいなと思っているところ。推しっていうとみんななんか全員好きすぎて選べないんだけど、あとはこのりょうこちゃんね、警察官、このミルキーサブウェイはこの警察官のりょうこちゃんというキーパーソンがいて、りょうこちゃんです。映ってる？りょうこちゃんマジ大好き、もう本当に大好き。りょうこちゃんのグッズももっと増えるといいなって思ってる。そう、なんかアニメイトでさっきのその缶バッジとかを買ったんだけど、アニメイトでもこのミルキーサブウェイグッズを買ったら、あと1000円ごとに1枚なんかこういうのがもらえるよっていう感じので、私はね5枚手に入れたので5000円以上購入したということ。こういうやつかわいいでしょ。これりょうこちゃんね、こういう、でも全部かぶってないから、かぶってないのはすごいなと思うんだけど、ちょうどマックスとカートだけいないんだ。あ、そう、カナダいるじゃん、ここに。これカナダがちょっとゴーン家とは違う別のイラストレーターさんというか絵柄は違うんですけど、こういう感じ。カナダこんな感じでございまして、なんか最近ね幸せなんだよね推し活が楽しくて、楽しすぎてこんなに幸せでいいのかなって思うぐらい幸せで、なんかこれを昨日の夜こういう風に並べてみたんですよ。今お家の整え期間パート2に入っていて、家の家具を揃えて収納場所とかこう増やさないと、行き場のないものたちがこう散乱している状態なので、物のね住所を決めてあげないといけないと思って、今いろいろちょっと買い足したり、いらないもの捨てたり、こう実家にあげたりとかしてる段階なんですけど、この白い PC デスク PC シェルフをもう最近買ったから、なんかグッズをねここに飾れるようにしたいなと思って、この大きなシェルフみたいなのを買ったけど、マジ大正解だったなって思ってます。なんかもうこの時点でまだ全然完成してないのに、なんか見応えがあって、すごいもうなんか幸せってなる。これを見ただけでめっちゃ幸せってなるで、もうちょなんかは全部ガチャなんですけど、この上に飾ってるこの子たちはですね、ゲーセンで撮りましてこれゲーセンでゲットしたやつ、ゲットした子です。かわいい、かわいすぎる。この子たちゲットしたんですよ。もうゲーセンとかもね
私最初ゲーセンで撮った子はこの子とこの子とこの子のあとこの上の3つ計6体の子を撮ったんだけど、ゲーセンで初めてゲーセンでこの子を見つけて、ガチャガチャしかないと思ってたから、うわもうちょちょちょだと思ってなんかノリでやったんですよ。そしたらなんか 2,3 回で撮れたので、こんな簡単に撮れるんだと思っちゃって、それでなんかこの子とかもね追加で撮っちゃって、でなんかいろいろ大変なことがあってやけくそになって、この子たちをゲットやけくそになったの。なぜこのね緑、なんて言えばいい、エメラルドグリーンかなのアヒルが2体いるかと言いますと、1回取ってお家に帰ります。ポケットにいないことに気づきます。上着のポケットに入れてたんですね、このひよこちゃんを。いないってなってそっからなんかあまりにも悲しくて道を引き返します。ちょっと遠いから引き返しました。でずっと落としてないかなって見ながら戻ってみたし、途中で寄ったドラッグストアとかにもひよこのこのマスコットキーホルダーみたいなの落ちてなかったですかって聞いたりとかして、でもなくて、ないと思って結局ゲーセンまで戻りまして、あと残り1体残っていたひよこちゃんをもう1個取ってやる、絶対にこいつを取ってやると思って、なんかこの1回2回目までは結構すんなり取れたんだけど、もうその後からもう3匹目のひよこちゃんを取ろうとしたら、もうなんか頭に血が上ってるからか全然取れなくて、こういうアームがあるじゃないですか、ゲーセンのアームで、これが、何回かやってたら確率でこう強い時が来るのよ、つかみがグッと。普段はこうガシャンガシャンってすぐ離しちゃうんだけど、グッて掴む時が来るんだけど、そのしっかりグッて掴む時にしっかりとこいつらの体をキュッてやってないと、結局この辺とかだけだとなんかグッて掴んでたとしてもなんかスルッみたいな落ちちゃうのよ。それでなんか何回やっても落としちゃって、やっと2匹目が取れて、取れたって思ったんだけど、なんかそれでもなんか取れたと思ってたら、この種類のクレーンゲームを見つけてしまって、私はこれをするためにここに戻ってきたんだと思ってこの3体頑張って取りました3歳で、なぜ落としたはずのひよこがここにちゃんといるかというと、見つけたからです。帰りにこの子たちも手に入れて、その後はもうだいぶお金使って結構取った方だし満足したと思って帰ってたんだけど、そしたらなんか遠くの方にね、なんかこの色のさゴミみたいなものがさ、遠くにこうぼやっと見えるわけ。もまあこんな感じよちょうどぼやけてるんですけど、こんな感じで見えて、いやまさかそんなわけ、いやでもあれひよこかと思いながらこう進んでいったらひよこだったちゃんと道に落としていました。でもちょっと汚れることもなく、ただその道にこうポツンとこうポツンとこんな感じで倒れてて、で結局ごめんねって言いながらこう抱きしめて
ひよこちゃんが2匹になるということになりました。個体差がねあるんだよ。ちゃんとお人形さんはね個体差があるのが魅力だから、なんでもそうだけど、よいしょ、見せたい、その個体差を見せたい。よいしょ、失礼でね、倒れるなよ。見てください、このお顔。ちょっとこうふにゅってなって、お目目の位置とかもちょっと違うでしょ。開き具合、目の間の開き具合とかでね、落としたのがこっちの子なのかわいそうに落としたのがこっちの子。なんか頭もちょっといびつな形だけど、そこがまたかわいい。でこっちのこの子なんですけど、この子がね、なんかね、姪っ子に超似てんのねなんかすっごい顔似ててこうだから私はこの子のことを姪っ子の名前で呼んでます。名前は言えないけど、そう呼んでるの。まるまるまるちゃんってそうなんです。もちょちょさんについては語り尽くしたかな。最初に好きになったもちょちょちょのキャラクターはこの青い猫ちゃんなんだよ。そう、かわいいでしょ。なんか目がパーツ、目と口がパーツっていうのもまあ可愛いけど、このタイプの子はお目目が刺繍になってるので、だからそれもめっちゃ可愛いと思って大好き、マジでで、なんかこの色のひよこだけ縁があって3匹いるみたいな感じになっちゃってる。本当はね、もう一個これが取れちゃったから、その弟の奥さんに、その似てる姪っ子のお母さんですね、ママにあげました。1個かわいいそうで、最後にしりみみうさぎちゃん、こちらはガチャでございます。しりみみうさぎちゃん、なんかかわいいけどシュールみたいな感じなの。ちょっと待って、私の顔が邪魔だね。こんな感じ。これも好きなの、プリマ。よいしょ、私の顔がねかわちいでしょ。このフロッキーな加工をされているところも素晴らしいし、フロッキー加工でしっかりこう、なんていうの、重さがある、中はしっかり硬くて、なんかこの感じがすっごい可愛いなと思って買ったんだよね、最初は。そうなの。そんな感じです。ちょっといっぱい喋ったけど、私はしたいことがあるんだ、この動画の中で。それが何かというと、開封をしたいでございます。つまり何かというと、ブラインドですね。こういうのって中がいっぱい種類はありますが、開けるまで中身が分かりませんよっていうやつなんですね。ちょっと映ってるかな。こんな感じで。でこれを私はずーっとこの雑談動画を撮るときに開けたくて、ずーっと開けないで撮っておきましたはい。で一番開けたいのがね、どこに行った、ここにいる。一番開けたいここがどこへ行ったかわからなくな
最後にしようかなちょっとマイクを離してもうちょっと大きな声で喋らせていただいてもいいかしら。喉がなんかまずこれ入場者プレゼント、これは一応中身は来た人しか見れないようになってるので私だけが見させていただきます私だけ見るけどここで開けます。タタタタタダーン、こそりこそりえ、うわー、ここは見せていいと思うから。こんな感じだった。でこの裏にね、オリジナルっていうか特別の漫画って言えばいいのかなが掲載されている。私のはね、カートとマックスとカナタが出てくる感じです。面白い、いいね、いいわ、素晴らしい。ちょっともう他のものが隠れるけどここに置かせてもらう。イエーイ、次どうしようかな。これは確かもう確かなんだけどアニメイトで買ったやつで、7名の中から1人ランダムで入ってるよってやつですね。誰が当たるかな。もうなんかみんな好きだからさ、誰がいいとかでも言えないんだけど、やっぱり私の中ではカートですね。カートが推し。かっこよ。でカップリングをもしするのであればこの2人でお願いしたいなんか何でもいける。でもなんかオタクな話をするけど、カップリングで受け攻めみたいなものがあるじゃないですか。蚊と巻くか巻くかとかっていうやつ、あれ私はどっちが受けだどっちが攻めか忘れたんだけど名前を、すまん、にわかすぎて。私の中では、マックスが攻めカートが受けっていうイメージが強いです。でも一番好きなのはカートと千春がラブラブで、マックスとマキナが付き合うっていう、そういう未来を希望していますオタクだ、めっちゃオタクしてる。じゃあ開けます。誰かな、ちょっと待って、みんなに先に見せます。どう？誰これ？この色から推察できない。いくよ、1、2、3。あかねちゃん、あかねちゃんだ。あ、でもかわいい。あかねちゃん好き。あかねちゃんも好きなんだ。みんな好きだからさ。かわちいじゃん。かわちいです。嬉しいな嬉しすぎる。ちょっともうちょっと買っとけばよかった。でもなんか私がアニメート行ったんだけど、それも頑張って行ったのよ。頑張って行ったんだけど、なんかもうあまりなかったの、グッズが。人気だから仕方ないね。じゃあ次はこれを開けてみようと思います。これもう何でもいいです。でもカードが当たると嬉しいかな。うわごめん、うるさかったね。でカナタもグッズも今んとこないから、カナタが当たるのも嬉しいかな。袋に入ってるのね。いくよ、みんなに先にお見せします。どう？ピンと合ってる？誰？教えて。誰？いくよ、せーの。あかねちゃん私さ、あかねちゃんに縁あるんだよね。なんか
このカンカンもね、誰がかぶった、6名のうち誰がかぶったって言ってね、あかねちゃんなのよ。あかねちゃんが2体あるから、なんかね、あかねちゃんに縁があるんだよね。あかねちゃんだ。でもなんかかっこいいね。炎だ。エビ天の尻尾。あかねちゃんの声、そんなに声真似のクオリティは低いですが、エビ天の尻尾、なんかむずい。でもあかねちゃんの声が一番真似しやすい声かもって思ってる。お前の何を能力を疑ってすまなかったって感じ。ちょっと君たち隠れてもらって。待って、これ楽しい。もう何個か買いたい。これね、実はね、このタイプのカンカン、アニメートでもないなと思ってたんだけど、ビレッジヴァンガードに大量入荷してるのを私は発見してしまったんですね。発見してしまったと思って、どうしよう、お金ないんだけどもう順調にオタクしてる、本当に。じゃあこれもみんなに先に見せたいので、ちょっと来てもらっていいですか。どうしよう、同じのだったら。でもまあそれでも私は嬉しいです。いきます。皆さんにどう、誰かな。せーの。これはでも嬉しいぞ。これは表紙というかここで一緒だね。千春とマキナです。わーい。これ四角い缶バッジってさ、私今まであんまり知らなかったんだけど、かわいいね、四角い缶バッジ。ガチ欲しくなってきた全部欲しいんだが、やば、いけない。もう一つ開けるものがありまして、これがさっきお伝えしましたポップコーンコラボの入場者特典というか購入者特典。マジで誰が当たるかわかんない。確かね、映画の中にしか出てきてないキャラクターもいるんですよ。YouTube 版のアニメーションにはいなくて、映画だけのキャラクターもいるんだけど、そのキャラクターも確か入ってたはずなのよ、そのラインナップにね。このもらえるやつの。だから誰が出んのって感じなんだけど、うわー、ドキドキ。これ誰、ごめん、みんなに見せるねちゃんと見えてる？誰？怖い。いきます。せーの。千春だ。嬉しい。てかかわいいポップコーン大量に買っとけばよかったかな。一人何個とか制限とかなかったよね。うわ、めっちゃ可愛いんだけど。これ確かりょうこちゃんとかもラインナップにいたはずだから。りょうこちゃん欲しかった。かわいい幸せ。めっちゃ幸せ。かわいすぎない？キラキラしてる。めっちゃかわいい。幸せすぎる。ここが星なのもめっちゃかわいい。やば、大事にしたい。もっと欲しい。うわ、これもっと欲しかった。うわ、ポップコーン大量に買って家で食べればよかった。みんな何が当たったんだろう、他の人たち。うわ、悔しい。なんかお金ないやと思って、なんかセーブしちゃったんだよね、あの時映画館行った時。でもせっかく行ったんだからポップコーン大量に買えばよかった。頑張って持って帰ればよかった、ポップコーン。悔しい。とりあえずこれでミルキーサブウェイのシークレットだったやつは開封終わり。次はですね、今のところモジョジョ状のこのカプセルが2つ、こちらの再販があったんですね、最近。
私が好きになるで、なんかこうちゃんとモジョジョジョさんを認識する前に発売されてたカプセル、トイカプセルなんだけど、再販で最近再販されたので、この2つをね買ってきました。2回ガチャガチャしてきた。で、なんか外側が見えたりとかカプセルの色が違うやつとかはすぐ分かっちゃうじゃん、中身が何か同じものか違うものか。でもこのタイプだと分かんないから、これも動画で開くとちょっと面白いかなと思って撮っといたんですよ。ではいざ開封します。これはもうちゃんと私の目で最初に見よう。どっから開けよう。ここか。ちょっとお手手のところ、さあいくよ。ドゥルルルルル、よいしょ。誰だ。あ、かわいい。ワンちゃんだ、ワンちゃんだ。これも欲しかったんだ。なんか全部欲しいけど、このワンちゃんもちょっと欲しかったの。なんかこの体と、ごめんね、声はこっちだね。体とお耳の素材が異素材感があって、体はフロッキーで、お耳はちょっとペカペカしてて、テカテカしてて、それが可愛いなと思ってたから、可愛い、嬉しい。可愛い、嬉しい。やばいね。なんか押し方してるとなんか退化していく気がする。こんな感じなんだよね、ラインナップは。今出たのがこのベティちゃんみたいな感じです。さて次は何が出るのか、もう一つ開けてみましょう。タラララララン、タラララララン、どこだ、タラララ、どこだ、ここだ。突然ちゃんと録音されてるか不安になってきた。されてる。よし、はい、いくよ。みんな見てて。なんか同じ匂いがするが、やったー。私この白い子欲しかったんだ。白い子です。嬉しい。かぶらなかっただけでも大成功です。わー、嬉しい。もうなんか全部開けるのもったいないんだけど、どっちか開けてみようか。なんかね、全部欲しかったし、この青い猫ちゃんが大人気なの。私も大好きなんだけど、でも青い猫ちゃん一応ここにいるからさ、だから別のやつが出てもいいかなと思ってて、これ、うわ、なんかちゃんと重さがある。ちょっと開けてみるね、せっかくなんで。うわー、重さがある。なんかちょっと汚れてる。いや、なんかフロッキーがお耳にも。結構でかいよ、ちなみに。手のひらにこんな感じだから、重さもしっかりあって、嬉しい。かわいい。かわいいじゃん。かわいい。普通にこうやって飾ってるだけでも最強じゃん。なんかしりみみちゃんが、しりみみちゃんごめん、固めの奥へと追いやられていた。これはちゃんとさ、カラビナっていうんだっけ、これもついてるから、バッグとかにもつけやすいよっていう。いやでもバッグにつけたら汚れそうでやだな。うわー、嬉しい。幸せ。生きて幸せ。ちょっと後で開けよう、これは。ちょっとかわいすぎる。つけてみるか。よいしょ。私ね、この
デスク周りをこうグッズとかを飾れるようにしたくて頑張ろうと思ってるんで、うわこんな感じ、タララララランララン、いいですね、かわちい、嬉しい、幸せ。これ逆が良かったのかも、ちょっと逆だったかも、後で変えましょう。ちょっと疲れてきたねいやー楽しかった。うわこれ本当にさ、千春でも嬉しいかも。なんかほんと千春だもんね。主人公はみんな主人公なんだけど、まあ真の主人公は誰かって言ったら多分千春だもんね。嬉しいよ、嬉しいよ、幸せ、やば。あとはなんかこういうグッズを集めるノリで、なんかこれも可愛いじゃんと思って集めたものをちょっと見せるね。こちらです。ダラーン。よいしょ。これはね100均で見つけたのよ。なんか初音ミクとか、まあボカロコラボみたいな感じであって、このレンくんだけなんか売れ残ってたのね。でもこのレンくんめっちゃ可愛くないと思って、これもさ、さっきの千春と一緒でキラキラがこうホログラムみたいな感じになっててでこれはなんかなんだっけ、パックマンのゲームのなんかこう100均コラボみたいなのがあって、このハートがめっちゃ可愛いなと思ったから買っちゃったんですよ。なんかもう可愛いなと思うものを全部こうなんかデスクの周辺にIKEA のスコーディスとか買ってこう飾っていきたくて、全部こう飾る用としてね買っちゃったんです。すごいですね、大変です。では最後にもう一つだけなんかちゃんとした大きい買い物の買ったもの、購入品をご紹介しましょう。みんなは春服とか買いましたか？私はスニーカーを買いました。じゃじゃーん、ニューバランスです。逆じゃね逆だわ。ニューバランスだよー。スニーカーです。私は今は一足ニューバランス持ってて、まあちょいちょい履きつぶしてはまた買ってみたいな感じでしてたんだけど、なんか最近おしゃれにもう再熱して、なんか推し活もおしゃれもなんかこう熱がこう再発なんて言えばいいの、なんかおしゃれしたいってなったんだよね最近。だから洋服とか YouTube とかなんかおすすめの服とかなんかいろいろ見て、スニーカーをよく履くし足が痛くなるので、もうほとんど毎日スニーカーなのね。職場に行くのも遊びに行く時もやっぱり足が痛くなっては困るから、結局スニーカーだったりとかするんで、おしゃれにスニーカーを履きこなしていきたいと思って、ちょっと初めてのカラーのスニーカーを買いました。今までは若い頃とかは黄色とか、まあ、一番派手なカラー黄色だったわ。黄色以外あんま思い出せない黄色とか紺とかバンズの黒とかそんな感じだったけど、靴ちょっとね買っちゃったんだよね。いきます、せーの、じゃらーん。こちらシルバーのニューバランス996です。可愛くないですか？可愛いでしょ。もう私はスニーカーはね996しか勝たんと思ってるんで、もう996が一
番足が痛くならない。おしゃれな靴、もっとなんか、ニューバランスもおしゃれだけど、なんか私がなんかパッと見好みな靴は結構ソールの部分がなんかこんな形じゃなくてベターっとまっすぐなってるのとかが結構好きなんだけど、ああいうのはね、足が痛くなるのよ、すぐ。なんかもう年かなって、足がすぐ痛くなる。だからニューバランスはもともとなんていうの、矯正靴だっけ、なんか医療用みたいな靴を作ってるメーカーさんで、だからニューバランスの靴おすすめだよみたいな言われるんですけど、特にこの996は、なんかこうコスパがいいで有名ですね。しっかりとこうなんていうの、この足をこう曲げるときってこうなんていうの片手じゃ説明できない。足がこうなんていうの、地面を蹴るときにこうちゃんとこう地面こうなるじゃん。こうね、蹴るこの親指の方で一旦こう蹴り出すじゃん、足をね。こうその蹴り出すちゃんとした位置がこう曲がりやすくなってるっていうのが996のいいところですね。でもちょっとこの素材はちょっと硬そうだね。ちょっと硬そう。996でもちょっと種類あるからね。でも他のメーカーっていうか、私がちょっと合わなかったメーカーさんの靴よりかは絶対履きやすいし、996は私は今もうすでに毎日職場に入ってってる靴が996なので、ここからねちょっと足のことも考えて、996メインでカラーバリを揃えようかと思っているところです。もうあとはね、楽さ、キチンとかも出せるし、楽にもできるし、まあたくさん歩くしみたいな、こう996いいの全部996で、まあ、カラーで、個性を出していきながらこうおしゃれ楽しんでいこうかなって、はい、思っているところです。そんな感じでございました。やっぱりマシンガントークになってしまったんだけど、皆さんついてこれたかな。ごめんね、ごめん。これからも私こういう楽しい推し活をしながら、動画も楽しく作っていこうと思うので、よろしくお願いいたします。はい。最近 X で見かけたね、いい言葉あんのよ。なんかわかんない、おすすめに上がってきてすぐ消えてったんだけど、誰かがね、人生ってのはお金を貯めるゲームじゃなくて、思い出をたくさん作るゲームだってことを忘れちゃいけないって。ちょっと言葉はのあれは文章は違うかもしれないけど、そういうことを言ってたのよ。まさにと思って、まさにそれこれ。ごめん私のこの風圧で失礼いたしました。そう、まさになんだよね。なんか最近お金使っちゃってて、ちょっとなんかやばいなとは思うんだけど、こう老後のこととか、これからの人生のこととか、まあ保険の見直しとかね、したりもしようかなみたいなところはあるけど、やっぱ今が楽しくないとどうもできんどうもこうもいかんのよ。未来の心配だけに目を向けて、未来のことだけ考えて今を生きるのはちょっとやめた方がいいですね。そうです。悩みやすい人とかもそう、私もそうなんだけど、一回抑うつ状態になって、それもしっかりと思ったよ。未来の心配事に目を向けてたらやっぱ病むのよ。病んじゃうのよ。誰でもそうだよ。だけど今をどう楽しく生きて、この楽しいをこうずっと続けていくためにどうすればいいかなみたいな、どうしていこうかなみたいな、そんぐらいでいいんだよね。
からちょっと私もっともっと楽しく幸せな人生を生きるためにそれをみんなにも共有できるように楽しく動画作りいたしましょうと思っております。はいなんか喉がそれでは皆さん、本日も見てくれてありがとうございました。この商品っていうかこの中で気になるものがある人はぜひぜひ検索して見てみてください。もうこれからもう新作なんていうの、新作ガチャとかね、新グッズいろいろ出てくるので見てみてください。ぜひぜひ。ではありがとうございましたうるさく喋ってしまったかもしれない、ごめんね。また動画をお待ちください。